はい、こんにちは。今回なんですけれども、イヤーピースのご紹介となります。先日ですね、私のチャンネルですと、こちらの AirPods Pro 2の装着感を改善したいということでですね、4つのサードパーティー製のイヤーピースを比較して動画を作ったんですけども、その際にですね、私としては一番良かったのがスピンフィットの CP1025 というイヤーピースだったんですけども、そのスピンフィットからですね、新しくスーパーファインというイヤーピースが発売されたということで、こちらですね、AirPods Pro の第1世代にも第2世代にも対応されているイヤーピースとなっています。実際使ってみてですね、CP1025 もかなり良かったんですけども、このスーパーファインですね、かなり進化しているなというポイントがたくさんありましたので、その CP1025 と比較をしながらですね、レビューしていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画を細かくしっかりとレビューすることをポリシーとして運営しているチャンネルになりますので、まだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは行ってみましょう。はい。ということで、スピンフィットのスーパーファインですね、ご紹介していくんですけども、まずですね、外観から見ていこうかなと思うんですけども、今回ですね、S と M の2サイズを購入してみました。サイズは5種類ありまして、SS から S、M、ML、L のですね、5サイズがラインナップされていまして、前回ですね、CP1025 を使った時は M サイズがですね、私の場合はちょうど良かったので、M と一応ですね、小さいサイズの S も購入してみました。サイズとしましては CP1025 と同じ出したので、M サイズでちょうど良かったので、結局 S サイズはですね、使っていないんですけども、このようなですね、イヤーピースとなっています。このですね、スーパーファインは価格がですね、現在1980円となっていて、アタッチメントも含めて1サイズ、1ペアだけが入っているパッケージとなっています。CP1025 の時はアタッチメントが1ペア、そしてイヤーピースがですね、2ペア入っていて、1650円ぐらいだったと思うんですけども、イヤーピース1ペアで価格も1980円となっていて、こちらの方がですね、価格としては上がっているという形になりますね。イヤーピース本体を見ていきますと、こんな感じになっていまして、かなりですね、透明度の高いイヤーピースとなりました。これまで発売されていた CP1025 ですとこんな感じのですね、ちょっと透明度の低いイヤーピースだったんですけども、今回はですね、かなり透明度が高くなって綺麗なイヤーピースになりましたね。こう比較してみるとサイズ感的にはですね、パッと見だとほとんど変わらないぐらいなんですけども、スーパーファインの方が若干ですね、厚みが薄くなっていて、このイヤーピースはこんな感じでですね、アタッチメントとイヤーピース本体がこうですね、分かれる仕様になっているんですけども、アタッチメントも CP1025 の方についていたものに比べると 0.2mm ぐらい薄くなっていまして、イヤーピースをですね、装着した場合は 0.3mm ぐらい薄くなっているということで、その部分がですね、大きく変わった部分かなと思います。アタッチメントをですね、比較していくんですけども、こんな感じになっていまして、こちら左側がスーパーファインに付属してくるアタッチメント。右側が CP1025 に付属してくるアタッチメントということで、今回のですね、このスーパーファインのものは新しくですね、作られたということで、透明なですね、ものになったということで、サイズもですね、ちょっと違って見えると思いますけども、実際に測定してみるとほぼ変わらないようなサイズ感になっています。このアタッチメントの先端の音が出てくる部分はメッシュ構造になっていまして、こちらはですね、作りが変わったということで、パッと見だとですね、ちょっと分かりづらいんですけども、よーく見てみるとこのメッシュ部分がですね、細かくなったかなという感じはしますね。アタッチメント自体が防水性能がですね、IP54 と謳われていまして、防塵性能や生活防水レベルの防水性能がですね、備えているという部分が変更になっています。CP1025 の時は特別ですね、そこを謳われてなかったんですけども、スーパーファインになってですね、そこの性能が上がったということのようですね。イヤーピースにまでですね、防塵防水性能を謳っているというのは珍しいんじゃないかなと思います。イヤーピース本体もですね、スーパーファインと CP1025 をですね、比較していこうと思うんですけども、先ほども触れたように CP1025 の方が分厚くて、ちょっとですね、白っぽいというか、透明度が低いような形になっていたんですけども、スーパーファインはですね、横から見てもかなり透明度が高くて、傘の部分の厚みなんかがちょっとですね、薄くなっているというのを実感できますね。サイズ自体はですね、こうやって比べてみると同じような直径になっていて変わりはしませんが、こんな感じのですね、違いがあります。どちらも医療用のシリコンが使われていまして、耳がですね、痒くなってしまうということは少ないようなイヤーピースになっていますね。そして、見た目だけじゃなくて質感もですね、若干変わっていまして、CP1025 の方もかなりですね、耳にピタッとくっつくような、吸着するような
質感になっていたんですけども、スーパーファインの方はですね、さらにピタッとですね、くっつきやすくなって吸着力があるというか、滑りにくいような質感になっています。後で装着感のところでもご紹介しますけども、かなり耳にですね、吸着するような形になっていて、よりですね、ずれにくくなったイヤーピースになっています。実際にですね、AirPods Pro に装着してみました。こちらがスーパーファインのもので、AirPods Pro 2に装着しています。右は CP1025 で AirPods Pro のですね、初代の方につけてみました。AirPods Pro はですね、ほとんど外観変わらないので、同じ右側の方が比べやすいかなと思ってこんな感じにさせていただいてます。つけてみるとですね、ほとんどサイズ感的には大きくは変わらないので、見た目はそこまで変わらないんですけども、よーく見るとですね、先ほどご紹介した通り、スーパーファインの方が厚みですね、高さが若干薄いので、こうやってですね、よーく見るとこの辺のですね、隙間っていうのがスーパーファインのがあまりなくて、ピタッとですね、はまっているような形になるかなと思います。CP1025 の方がちょっとですね、余裕があるような形に見えるんじゃないかなと思います。映像だとちょっと分かりづらいかもしれませんが、こんな感じのですね、見た目になっていて、ちなみにこのスーパーファインは AirPods Pro のですね、1にも2にも装着できるということで、こんな感じで初代の方にも付けてみましたけども、しっかりとですね、装着することができます。はい。ということで、外観見ていただいたんですけども、ここからですね、こちらのスーパーファインをですね、使ってみて、CP1025 と比べてですね、良かった部分ですね、ご紹介していきたいと思います。まずですね、一つ目の良かった部分としましては、装着感ですね。装着感は CP1025 もですね、かなり良くて、冒頭でご紹介した通り、前回ですね、AirPods Pro 用のイヤーピースを比較した動画の中で、私としてはですね、一番させていただいた通り、かなりですね、装着感も良かったんですけども、今回ですね、先ほどご紹介した通り、イヤーピース自体の質感がですね、かなり違いまして、耳にですね、より吸着するような感じになったので、全然ですね、耳にはめていて、ちょっとですね、ずれてしまうとか、そういうことがですね、よりですね、少なくなったイヤーピースになっています。法人防水性能も IP54 ということをですね、公式に謳っていますので、よりですね、運動とかをしたいっていう方ですと、スーパーファインのですね、より合ってるかなと思います。厚みがですね、0.3 ミリだけ薄くなったと言いましたけども、そこに関してはそんなにですね、違和感もなく、かなりですね、良かったかなと思いましたね。0.3 ミリ薄くなったからといって、耳にですね、フィットしないとかそういうこともなかったので、かなり良かったかなと思いましたね。CP1025 に比べてですね、良かった部分の2つ目としましては、音質ですね。こちらはですね、かなりびっくりしました。イヤーピースですね、音質が変わるっていうのはですね、いろんなところで言われていると思いますし、実際ですね、使ってみてもそれをですね、体感できるんですけども、同じメーカーのイヤーピースで、ここまでですね、変わるんだなっていうのを実感しましたね。CP1025 でもですね、十分クリアな音質だなと思っていたんですけども、高音域からですね、低音域まで一音一音がですね、はっきりとですね、より聞こえるようになって、かなり快適でした。同じ曲で、同じ音量でですね、イヤーピースをですね、付け替えながら、聴き比べのテストをしたんですけども、スーパーファインの方に変えた時に、音量がですね、一段階上がったかのようなクリアさでですね、音がしっかりとですね、はっきり聞こえるということで、もしかしたら、イヤーピースの厚みが 0.3 ミリ変わったことによって、イヤホンの位置が変わって、そのようにですね、聞こえるということなのかもしれませんけども、一つ一つの音の輪郭がクリアに聞こえるようになって、音のですね、抜け感なんかも良くなったなと感じましたね。逆にですね、スーパーファインを使っていて CP1025 にですね、変えた時ですと、音がですね、こもるまではいかないんですけども、若干ですね、音圧がですね、下がるように聞こえますので、こういう部分でもですね、かなりですね、良かったかなと思います。CP1025 に比べてですね、良くなった点のですね、3点目なんですけども、AirPods Pro にイヤーピースをつけていてですね、こう、外そうとするときにですね、CP1025 でも普通に使っていて、アタッチメントと AirPods Pro の本体がポロって外れてしまうってことは全然ないんですけども、このスーパーファインの方はですね、より外れにくくなって、しっかりカチッとですね、装着されているなというのを実感しています。外すときもですね、結構力を入れないと外れにくいような感じになっていて、よりですね、外れにくくなったっていうのはいい部分かなと思います。私の場合ですと、こういうですね、チャンネルをやってるということもあって、イヤーピースをですね、ポンポン付け替えるということもあって、この外れにくくなったのが逆にですね、外すときに力がいるのでしんどいなっていうのは思うんですけども、普通の人っていうのは、しょっちゅうですね、イヤーピースを付け替えるってことはないでしょうから、しっかりとはまっていて、外れないっていうのはですね、よりいい部分なのかなと思います。もしですね、これまで CP1025 の方を使っていて、なんかの表示に外れちゃったことがあるっていう方ですと、こちらにですね、買い替えていただくと、それがですね、よりなくなるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、今回ですね、スピンフィットから新しく発売されました、スーパーファインというイヤーピース使ってみたんですけども、
かなり大満足でしたね。これまで使っていた CP1025 もですね、かなり満足してずっとですね、使っていたんですけども、今回ですね、これを購入してみて、こっちばっか使っていこうかなと思っています。CP1025 に比べて唯一のですね、欠点としましては、やっぱり価格がですね、ちょっと上がってしまったということで、アタッチメントとイヤーピースですね、1ペアで1980円ということで、CP1025 の場合は、イヤーピースが2ペアついて1650円ぐらいでしたので、そこはですね、高くなってしまったのは残念な部分ではありますけども、シリコン製のイヤーピースですし、めちゃくちゃですね、すぐ壊れてしまうってこともないでしょうから、許容できる部分なのかなとも思いますけどね。ただ、右耳は S で良くて、左耳は M の方がいいとかですね、そういうサイズが違う方ですと、2個ですね、購入しなきゃいけないということで、価格がですね、かさんでしまうということもあるので、その辺をですね、ご認識いただいた上で購入していただければと思います。価格がネックだという方はですね、CP1025 の方も十分ですね、いいイヤーピースだと思いますので、そちらをですね、購入していただければと思います。ちょっと Amazon ですと、その CP1025 とアダプターがですね、セットになったものっていうのがちょっと私はですね、見つけられなかったので、まだいいイヤホンさんなんかですと在庫あるみたいなので、そちらですね、チェックしていただければと思います。はい、ということでですね、AirPods Pro 用のですね、イヤーピースなんかを探しているという方ですね、よりですね、装着感を良くしたいとか、音質をクリアにしたいっていう方にはですね、おすすめのイヤーピースになってますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひですね、チェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしてますので、気になる方はこれからもチェックしていただけると嬉しいです。それから私は Twitter もやってまして、Twitter ではこのチャンネルの更新情報だったりとか、新しいイヤホンのファーストインプレッションなんかをつぶやいたりしていますので、そちらもですね、フォローいただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。